皆さんごきげんよう、上川カールです。2022年10月17日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。さて、日曜日に続いての生放送となりましたが、土曜日か。土曜日だったな。この前の生放送から、連続して生放送になりましたが、こんなことはちょっと珍しい感じですね。本当だったら動画を作ろうと思ってたんですけれども、夕方にもうすやすやーっとうたた寝してしまって、今日はもう完全に動画作れないなと思ったので、ちょっと生放送に切り替えました。伊藤家まこぴーさん、こんばんは。よろしくお願いします。藤津ぼさんですね。はい。よろしくお願いします。森さん、サニーさん、よろしくお願いします。ゲーム配信のサニーさん、こんばんは。はい。中澤さん、よろしくお願いします。こんばんは。さて、今日はですね、そんなに長く配信するといったタイプの生放送ではなくって、動画にしようと思っていたものが今日中に作れないからちょっと生放送に切り替えたといった感じなので、配信時間としてはおそらくは短く終わるんじゃないかなと思っております。はい、鹿児島、ツッキーさん、ソンキョウさん、もちゃんさん、お昼寝ラッコさん、アローンズさんですかね。佐藤健二さん、よろしくお願いします。さて、今日はですね、少し戦況の部分から離れたおそらくは、政治的な動きの話の方がちょっとメインになるかと思います。青いエリアがウクライナ軍が奪還した地域、そして赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。ただ今日は戦況についての言及というのはちょっと少なめでして、首都キーウ、ここにまず大きな文字をつけておきました。そしてその北ベラルーシ、そしてハルキウの北にベルゴロドといったところがあるんですが、こちらの方が少し話の主体になっていくかと思います。まずはつい先日、まずウクライナ全土に対するミサイル攻撃があったんですけれども、その後プーチン大統領はわざわざ多くの人たちに報道されるような形で、ウクライナ全土への攻撃っていうのはこれ以上する必要ないかなっていうような話をわざわざしました。じゃあその後どうなったかっていうと、引き続きウクライナの首都キーウに対してはドローン攻撃が行われております。全土に対する攻撃はしないんだけれども、首都に対する攻撃は続けるんだぞという感じでしょうかね。で、こちらが現地から届いたドローンが来てる映像ですね。で、この形っていうのがまさにイラン製のドローンで、ミサイルじゃないといえばミサイルじゃないんですよ。ドローンですから。ただ、どうしてイラン製のドローンばっかりが突撃してくるかっていうと、ロシアももともとは自分たちでドローンを作る、一応能力は昔はありました。で、現在のところはほぼないと言われています。で、なんでかっていうと、ロシア製のドローン、その、最も大事な推進部、これがですね、日本製の、模型飛行機用のエンジンを使っているんじゃないかっていう話があって、それに代わるものがどうやら調達できないということで、ロシア国内にはですね、エンジンのない状態のドローンがバーっと工場に山積みなんだそうです。で、そのせいもあって、ロシア製のドローンが全然やってこなくって、代わりにイラン製のドローンがどんどんと使われるという、こういうかなり変なことになってるんですよね。で、日本の記事だとイラン製ドローンかって最後にかをつけてるのはなぜかっていうと、イランは直接的に私たちはこうしたドローンを渡してませんよと一応言ってます。これは表向き言ってないだけで実際に渡しているのははっきり言って明らかです。なぜならば、今ウクライナの戦場で使われているドローンといえば中国製の DJI 製のですね、ドローンが使われていること多いんですけれど、これはあくまでも一般商品として世界販売されているので、どこの国の人でも私たちでも別にインターネットで注文すればすぐ届くぐらいのレベルのものなんですね。そういったものと比べてイラン製のドローンっていうのは世界販売しているものではないんですよ、そもそも。作る時においてイランの革命防衛隊であるとかイラン国軍が使ういわゆる軍事用のものとして最初から設計開発されて生産されてそして保有されているものなんです。
だから一般の私たちがさあ、じゃあイラン製のドローン買おうかなって言って注文することがそもそもできないもので、このドローンがロシアに渡っているっていうことは、つまり政権が必ず OK しなければロシアに渡ることはないわけです。だからイラン政府が私たちはロシアを支援してませんと表向き言っていても、実際に裏では手を回しているのは明らかというわけです。そういうわけで、この首都キーウに対する攻撃が、引き続き行われていると。で、この首都キーウに対する攻撃をするっていうのは、この今、戦線が逆に言えば首都から遠い場所にあるわけです。ウクライナの東部、南部が今まさに実際の戦闘が行われているところなので。で、本来であれば、ウクライナの防空体制っていうのも、なるべく前線に近いところに置くのがいいわけです。戦場の方が必ずのように攻撃がいっぱいあるわけですからね。で、そういったもので言うと、首都をチクチクと攻撃し続けることによって、そうした戦線に対空ミサイルをなるべく送らせないようにする。いわば戦力を分散させようとする動きなんですよね。で、ここでもう一つ注意しなければならないのが、首都キーウの北にベラルーシがあるということです。ベラルーシは、本格的な侵攻が始まった時からずっとそうなんですけれども、ロシア軍の出発地点になるっていうのがずっと続いています。一番最初にはベラルーシ国境から首都キーウに向けての進軍っていうのが始まって、この時は撃退することができました。だから戦況地図では今水色ではもう書いてないですけれども、もともとはこの首都キーウに対する攻撃が行われていました。で、現在もベラルーシはまだまだ危険な場所でございます。ベラルーシにロシア軍9000人駐留へ、合同軍でウクライナに圧力というニュースでございます。ベラルーシ国防省は同盟国ロシアとの合同軍の一部として、ベラルーシ国内にロシア兵約9000人を駐留させると発表しました。ベラルーシは今年2月にロシア軍が自国領から隣接するウクライナを攻撃することを許可していた。ロシア軍が大規模に展開すればウクライナへの圧力が強まる形だ。ということで。こちら注意しなければならないのは、この後、ロシア軍がベラルーシに入って合同軍を作りました。駐留しました。そして国境近くに展開してますっていう状況で、さあ、再度、ウクライナの首都キーウに向かって進軍するかどうかっていうのは、現段階ではわかりません。わかりませんが、これだけの数いると、もしかしたらもう一回来る可能性があるなという、ある程度備えをしなければならないわけです。で、これも先ほどと同じ話で、首都キーウに対する攻撃があるかもと思わせるだけでも実際に首都キーウ周辺の守りを固める兵士が必要なわけですよね。やはりこれも実際の戦線から遠い場所ですから、ここに兵士を多く配置するっていうことは、前線に対する戦力の集中ができなくなってしまうわけです。ただしですね、ベラルーシにいるこの部隊が、十分に戦えるかといえば、今のところほとんどうまく戦えないだろうっていうのが、大方の評価です。例えばそのことを表しているここ最近の動画があるんですけれども、こちらはベラルーシが、発表している訓練風景なんですけれども、なんというか、私この訓練風景を見たときにですね、ちょっと遠い国の訓練風景を思い出しました。なんとなくこの訓練風景っていうのを見ていると、なんか北朝鮮かななんていうのをちょっと思うんですよね。なんか動きがコミカルだしっていうのもあるし、なんか実際に、銃器を取り扱って射撃訓練をしているわけでもなければ、なんか兵器を使って、大規模な軍事訓練しているっていうわけでもないんですよね。なんとなく体を使って、トレーニングしてますみたいな、ある意味偽物みたいな訓練をちょっと動画で公開してるので、なんかこういう風景見てると、ベラルーシがさ、なんかプーチン大統領にせかされたからといって、もう一度ウクライナに侵攻する、そういう風景にはちょっとね、思い浮かばないなと。ただしですね、侮ってはいけないのは、もちろん、ロシア軍の兵士だけでも山賊のように、
ウクライナ領内に入ってくるってことは十分考えられるんですよね。ベラルーシ軍はあくまでも支援ですよっていう形で、ベラルーシ国内に留まると。その代わり、ロシア軍の兵士だけが山賊のように荒らす、その理由で、ウクライナの北国境から侵攻してくるっていう可能性も十分あるんですよね。皆さんからのコメントで、3位さん、これってトレーニングなのってことですけど、いや、トレーニングでしょう。いや、こんなにみんなで、楽しそうにって言うと変ですけれども、みんなで同じ行動をして、さあ、体鍛えてますよっていう風景を見てると、この画面だとみんなで一斉に突きを出したり、後ろの方ではボクシングみたいにやったりして、これでトレーニングだなっていうのを見るとね、軍隊の訓練っていう風にはちょっと思えないんですよね。ただしですね、ロシア軍の方も実際のところ、こうした訓練が目的である程度入っているんじゃないかなと言われています。これはどういうことかっていうと、今動員兵をどんどんと集めているところなんですけれども、この動員兵を誰が訓練するのかっていうのがロシア国内で結構問題になってるんですね。ロシア軍、本来であれば本国にいる兵士たちで教官を務めて動員兵に対する訓練を行わなければならないんですけれども、実際に戦える兵士たちはもうどんどんウクライナの戦場に送られていった関係で、訓練が行えるレベルの人たちっていうのが今ロシア本国でものすごい不足しているんだそうです。そのためにですね、このベラルーシ側にロシア軍9000人送り込んだっていうのも、ベラルーシの方だったらまだ訓練できるだろ。実際に参戦しないんだったら最低限この9000人の人たちを訓練してくれよなっていう意味で、ベラルーシに送りつけたんじゃないかなって言われています。先ほども言ったように、実際にはただの訓練だったとしても、首都キーウを伺うことができる位置なので、ちょっとね、無視をすることができないっていう、ちょっと難しいところではあります。よいしょ。そしてこのベラルーシ国境に、ベラルーシにロシア軍9000人駐留へっていう、ニュースにもちょっとコメントついてますので、ちょっと紹介しておきましょうかね。大和大学社会学部教授、およびジャーナリスト佐々木さんが、我々は兄弟のようなベラルーシの人々を助けるために来た。ロシア国防省発表ビデオで到着した司令官はこう言った。ベラルーシ軍はロシア軍の到着にパンと塩で迎えた。パンと塩はスラブ世界の伝統的な歓迎のスタイルだ。ルカシェンコ大統領は共同軍の設置について、ウクライナがベラルーシへの攻撃を準備しているとその理由を述べている。常にですね、ルカシェンコ大統領っていうのは、例えば NATO が攻めてくるかもしれないんだから、我々はそれを備えるために、ウクライナに対しては参戦しないんだけども、軍備だけは整えていますよっていう形で、プーチン大統領が参戦しなさいっていう圧力に対して抵抗してきた。で、これも今回の話も全く似たような話で、ウクライナの方からどうもベラルーシの方に攻撃してくるかもなっていうそうした理由をつけて、今回の話も引き受けたんだという話をしております。どっちにしてもそうなんですけれども、ルカシェンコ大統領としては参戦したくないって、はっきり言いたくないわけです。だから必ずのように、どこかの国がうちの国を脅かすから、戦わないんだけど戦う準備だけはしますよっていう、ちょっとね、そういう自国第一優先主義の外交姿勢っていうのを貫いていて、プーチン大統領の参戦しろよっていう、こうした圧力をなんとかかわしているっていうところですよね。だから言っていることがちょっとおかしいなって、誰もが思うんですけれども、ルカシェンコ大統領自身は自分が生き残るために、様々なことをその都度、作っていっているだけっていう感じではありますね。なんとなくたぬき親父っていう、表現もされていますし、プーチン大統領の誕生日には、トラクターと、袋いっぱいのジャガイモを送りつけたりなんかして、なんというか、ね、独特の、外交はしてるんですけれども、忘れちゃいけないのはこの人、東ヨーロッパ最後の独裁者と呼ばれるような、強権的な政権運営をして国民を弾圧している人なんですね。
だからこそ、政権が必ずしも安泰ではないので、参戦して軍隊がもうボロボロになってしまうと、それだけで政権が揺らいでしまうっていうのもあるんですよね。ちょっとその続きコメントいきますけれども、その上でロシアとの間で密接な結びつきを示すために、我々はクリミア橋パート2を両国間にかけると言っている。もっとも東部南部での戦いで精一杯のウクライナ側にとってベラルーシを攻撃する目的も余裕もなく、ゼレンスキー大統領は G7 に対してベラルーシとの国境沿いに国際的監視団を配備してほしいと言っている。ルカシェンコの思惑はもう一つあると見る。今回のロシア軍の駐留をウクライナと一緒にテロを企画したなどとして国内反体制派の取り締まりに用いるのではないかと考えるというようなコメントが入っております。基本的にはルカシェンコ大統領としては今の国際状況っていう中からなんとか生き残ろうとして、もうなんだったらこれを機会に国内の弾圧もちょっと締め上げておこうかなっていう、そういった目論みがあるという、そのようなコメントですね。多分これも当たっているかとは思いますね。そして、ちょっとハルキウの北ベルゴロドで起こった事件についても少し取り上げようかなと思います。タジク人容疑者が乱射、上官とトラブル、ロシア報道。ロシアのウクライナ国境に近いベルゴロド州の軍演習場で起きた乱射で、独立系メディアは16日、事件で負傷した兵士の証言を伝えた。それによると、国防省が旧ソ連構成国出身の2人と発表した容疑者は、中央アジアのタジキスタン人3人で、侵攻をめぐる上官とのトラブルが原因とみられている。国防省は発生当日の15日、テロと断定し、射撃訓練中の志願兵ら11人が死亡したと明らかにした。これに対し、兵士が目撃した犠牲者は、この上官を含めて30人に上るという。独立系メディアによると、現場には志願兵も予備役もいた。カフカス地方出身のイスラム教徒の兵士らが、ウクライナ侵攻を自分たちの戦争ではないと批判すると、上官は聖戦だと主張。これを聞いたタジク人らは、イスラム教徒が異教徒と戦うのが聖戦だと反論した。上官は、それならお前たちの神アラーは弱虫だと侮辱し、演習場は騒然となった。ここでなぜ演習場は騒然となったかっていうと、どうやらこの地域というか、今動員兵が招集されている場所っていうのが、モスクワよりもむしろ地方の人がかなり多いんですよね。そのらの人たちっていうのが政治的な影響が少ないっていうこともあって、動員かけられているんですけれども、それらの人たちの中にはイスラム教徒の人たちもたくさんいるということで、ロシア兵の上官がですね、アラーが、アラー、この場合だとイスラム教の神が、弱虫だっていうような話をしたので、それを聞いた他のイスラム教徒の人たちが何を言ってるんだということで、演習場全体が騒然となったわけです。ロシア全体で言うと、主流となる宗教は、東方キリスト正教会なので、イスラム教徒の方が圧倒的に少ないんですよ。でも、この場所においては、そのイスラム教徒の人たちがたくさんいたというわけです。そして自分たちの戦争ではないと主張しているのは、これはプーチン大統領の戦争で、なんだったら攻め込んでいる側でしょと。何か私たちが攻め込まれたんだったら、話はわかるんだけどっていうところで、動員された人たち、このイスラム教徒の人たちが、これは自分たちの戦争じゃないと、そう言って、この訓練の場から逃げ出すというか、参戦もさせられるのを拒絶したっていう話をしたわけです。で、それに対して、もう、祖国防衛戦になるんだから、これはもう聖なる戦いだみたいな話をしちゃったから、もうむちゃくちゃな話になっちゃってるんですよね。そりゃ宗教の話じゃないだろうっていうところで。で、この後ですね、直後の射撃訓練時、志願兵のタジク人3人が自動小銃を準備し、まず上官を射殺しました。イスラム教徒は離れるようにと告げてから集まっていた兵士らに向けて発砲。容疑者のうち3人のうち2人はその場で射殺され、1人は逃走したと。報じられた証言では、容疑者のタジク人らは信仰心が厚く、必要な時間に礼拝を認められずに不満を募らせていたという。
事件は多民族のロシア軍に動揺を与えかねず、国防省は詳細な発表を避けた模様だということですね。というわけで、正教会の人たちにしてみると、イスラム教徒の人たちは異教徒なんですけれども、ロシア国内では一応、その戦闘状態にはありません。別に、ロシア国内の、いわゆるイスラム教武装勢力の人たちがなんかテロ攻撃しているとか、そういった話ではないんですよね。これはあくまでも、この現場において、イスラム教徒の人たちに対する侮辱を、上官がしたということから、それに対する反撃として事件が発生したというわけです。ただし、実際にみんながもう射撃訓練とかをしているところでそんなことを言って、もう、なんていうかな、こいつ許せんと思った人たちが反撃に出るときは当然のように銃器を使うので、この場にいた訓練している人たちが10人以上、被害をある程度小さく報道しているって言われているのに、実際には20人、30人レベルの人たちが亡くなった可能性があるっていうところですね。で、この記事には、もしもこの話がロシア国内でより多くの人たちに知られて、いわゆるイスラム教徒の人たちが反発するようであれば、影響が出てくるだろうという話ですね。この話がじゃあロシア国外に出た時どうなるかっていうことを言うと、残念ながらイスラム教徒の人たちってある意味、神への冒涜に対してはものすごく敏感ではあるんですけれども、どこで反発するかっていうのは結構ポイントがいろいろあって、例えばですね、中国ウイグルには多くのイスラム教徒の人たちがいて、中国共産党による弾圧っていうのを非常に長い間受けています。当然多くの人たちが亡くなっているし、そして反抗する人たちがさらにひどい目に遭っているっていうこともあって、イスラム教徒の人たち連帯するかなと思えば全然連帯しないんですよね。中国の影響力っていうのが中東地域にもかなり伸びていて、イスラム教徒がやられているんだけれども、ウイグルのイスラム教徒たちを見捨てる形で、中東のイスラム教勢力っていうのはかなり中国と仲良くしている状態なんですよね。それと同じような話で、ロシアのこうした事件に対して、中東のイスラム教徒の人たちがなんてひどいことをするんだって怒るかどうかっていうのは、ちょっと未知数なんですよね。そのあたりね、中東のあたりの話でもうちょっと反ロシア的な動きが起こればいいなというのをちょっと期待するところではありますね。よいしょ。ポチッと。そうだ。次はこっちに行きましょう。こっちのニュースが先だな。ちょっと先ほど言い忘れてたというか、順番をちょっと間違えましたね。首都キーウに対するイラン製のドローンの話から連続してこの話しようと思ったんですけれども、ちょっとニュース、こちら行きます。イランがロシアに弾道弾初供給、合意とアメリカ報道、無人機も。アメリカのワシントンポスト電子版は、イランが同イラン製の短距離弾道ミサイルをロシアに初めて供給することで、秘密合意が成立したと報じた。ここでも秘密合意っていう、なんで秘密合意がワシントンポストを、こういうのを捉えることができるんだっていう、突っ込みをしたいところなんですけれども、アメリカの方のこの報道っていうのがどうやらアメリカ政府側から裏から情報回ってるんじゃないかっていうのをよく言われているところで、今回の話も完全にない話かって言われると、ちょっとね、あるだろうというのが大方の見方になっています。というのもイラン製のドローンがロシアに渡って、そして戦場で使われるだろうという報道は以前からあったんですよね。それもやっぱりアメリカ政府の発表よりもどっちかっていうともうスルーッと普通のニュースとして流れた後で実際に使われてますよっていう現実が追いついているので、今回の話も似たような展開で報道からスタートして現物が使われて、そして痕跡が出てきて、ほらやっぱりなっていう形になるんじゃないかなと言われています。イラン製のミサイル、こちら、ロシアへの供給が始まるだろうという話ですね。問題なのはですね、イランとロシアはシリア問題で連携し、反体制派を支援する欧米と対立してきた。ロシアの窮地を契機に二国間の結びつきが強まる可能性がある。同紙によると、
イランは9月18日に当局者をロシアに派遣し、イラン製ミサイルなど兵器の追加輸送を最終決定した。イラン側は2種類の短距離弾道ミサイルの初出荷を準備しており、それぞれ300キロと700キロの射程を持つという。さらにロシアへの無人機の納入も準備している。最大2400キロを飛行できる自爆型のドローンも含まれているということで。どこだったこれだ。こちらの写真が、射程300キロのものと射程700キロのもの。射程700キロのものはもう本当にどでかいミサイルで、こんなものを運ぶつもりかっていうね。で、こういう風にしてなぜイランを頼るかっていうと、これはもうロシアが備蓄しているミサイルをどんどんと使って、そしてなおかつ新たに生産する能力がないからなんですよね。ロシアはソ連崩壊以後のそのドタバタの中で資源を輸出してお金を得ることができるのと同時に、欧米の市場から部品を調達するっていうことができるようになりました。それに伴ってロシアの工業力が伸びるかっていうとそうではなくって、ある程度いい部品があったら欧米から買えばいいじゃん。それを使って兵器作ればいいじゃんっていうような形で、彼ら自身も自国生産よりも他の国のものを使う。しかもそれが今でいう、いわゆる敵対している勢力からの部品購入っていうのにかなり頼り切っていた状態です。で、現在はウクライナに対する侵略を行ったことから、こうした部品供給っていうのはほぼ完全に途絶えてしまっていて、裏ルートでも、取り付けられるものが非常にごく少数っていうこともあって、生産が全然追いつかないっていう状態になってるんですね。だからこそ、イギリスやアメリカ、そしてウクライナの国防大臣なんかも、ロシアは保有しているミサイルが大幅に減った状態でほぼほぼ補充できない、つまり回復しない状態になっているので、他の国から頼らざるを得ないっていうことになっている。そのように指摘しています。だからこそイランから、購入することができるんだったら、万々歳というのがロシア側の考えです。で、ロシアの方ももともと欧米からの経済制裁を受けているので、なおかつ、こうやって兵器供与をしたとしても、イランに対して軍事侵攻する力はどこもないだろうと、ある程度分かっているんですよね。イランはなんだかんだ言って大国で地上戦を行った場合においては相当の被害が出るので、なかなか攻撃できるような国ではないんですよね。だからこそある程度割り切ってロシアとの関係強化しても、もう彼らにとってはどうせこれまでも経済制裁を受けてきたし、今更、追加の経済制裁あったとしてもほとんどもうないだろう、手がないだろう、もう切れるカードはないだろうっていうところから、こうやってロシアに対する支援が行っているっていうところですよね。ただしですね、ここで注意しなければならないのが、じゃあそれで話が終わるかっていうとそうではなくてですね、イランがそうやってロシアとの結びつきを強めてウクライナに対する圧力をさらに増加させるんであれば、動きをこれまでと違った方向にする国が出てくるだろうと言われています。それがイスラエルです。イスラエルっていうのは中東におけるイランとの非常にものすごい対極にある、国であって、もうイランが例えば核兵器開発をしようなんていう話をしたら、もうイスラエルから戦闘機飛ばしてもう爆撃してやるぞっていう、そのぐらいの対立、今ではないですけどね。ちょっとこれは昔の話ですけど、そのぐらいの関係性のある国なので、イランがそうやってロシアに対するミサイルを供給するんであれば、もうイスラエルもちょっと今の状況から考えて中立的な立場、いわゆるロシアとウクライナ両方に、等しい距離、この関係性っていうのを見直していかないとなっていう考え方が出てきています。で、イスラエルのシャイ大臣、今回の件に関してこのような発言をツイッターでしています。この血生臭い紛争でイスラエルが誰に立ち向かうべきかもう疑う余地はない。アメリカや NATO と同じように、ウクライナがイスラエルの軍事援助を受け取る時が来たという話をしております。さて、イスラエルっていうのは長い間中東における戦争状態に戦い抜いてきた国なので、軍事技術は非常に洗練され発展して
世界的な意味においても、決して、なんていうかな、侮れるような国じゃないというような表現より、むしろ最先端にある分野も非常に多い、いわゆる軍事強国なんですよね。例えば防衛システムで言えば、ミサイル防衛網のアイアンドームって非常に有名ですし、それ以外についていても核兵器はもうとっくの昔に開発終わってるだろうと言われてますし、そしてミサイル兵器についても自国産のものを、国産でどんどんと作っているだろうっていうような話もありますし、戦車なんかも、より実戦を続けることによって進化してきたと言われているので、もちろん戦車の場合だとアメリカの M1 エイブラムス戦車が世界最強だとは言われているんですけれども、決してこちらも2級のものじゃないんですな。A 級のものの中に加えられる。そういった感じで、イスラエルがじゃあ、ウクライナに味方するとなれば、まず第一には防衛兵器としては、アイアンドームを提供する可能性が出てくると。で、プラスアルファで言うと、今回のイスラエルが、もしも攻撃性のミサイルをウクライナ側に渡すっていう、そうした可能性もちょっと出てきたなという話ですね。ただそういった期待とはちょっと、裏切られる部分というか、期待がそこまでできないという部分としては、今回の発言をしている大臣というのが別に国防大臣や主要閣僚ではない人ということなので、このウクライナの方に立ってイスラエルは動くべきだという意見が、イスラエルの政権それ自体を大きく動かすかどうかは、ちょっと様子を見なければならないところですよね。何にしてもですね、イスラエルはちょっと今の中東情勢から言うと、和解を進めてきたんですよね。例えば、中東諸国と戦争したっていう過去はあるんですけれども、現在のイスラエルっていうのは、例えば、サウジアラビアとの関係を今、ものすごく改善していって、友好関係を、という話で、前進しているんですよね。だから敵対しているわけではないと。もうどっちかっていうと、中東地域において、イランがイラクであったり、アフガニスタンであったり、そういったところに自分たちの勢力圏を広げていって、プラスアルファシリアに対する軍事支援なんかも行っている関係もあって、反イランという形で、例えばサウジアラビアとイスラエルの連携っていうのが深まろうとしているわけですね。だからこのあたりもですね、ちょっと注目かなと。で、サウジアラビア自身も、今、ウクライナ、ロシア、この2つの国に対してはですね、積極的な外交を行っているところで、例えば、ウクライナのアゾフ連隊が、マリウポリで、抵抗を諦めて最終的には投降したわけですけど、それらの人たちが、捕虜解放されるにあたって、捕虜交換するにあたって、トルコとサウジアラビアが、積極的にロシアに働きかけを行って、ロシア軍に捕らえられていた捕虜を解放させることに成功させてるんですよね。その後サウジアラビアはウクライナに対して人道支援を発表していたりもするので、このあたりですね、目立っているわけではないんだけれども、側面支援としては、ウクライナはちょっと助かっている部分なんですよね。というわけでですね、こうした今の政治状況っていうのを見ると、もちろん前線での戦いっていうのも非常に重要なんですけれども、それを取り巻いている国際情勢っていうのも、ここも要注意で見ていかないといけないところです。ロシアに対する支援を、イランが始めてしまった。これを止めるのがなかなか難しいと。でも、イランが動くんだったらという形で、玉突きで他の国が動いてきますよ。つまりその重要なキーとなる国っていうのがイスラエルと。イスラエルがはっきりとウクライナ側に回ってくれたら、非常に強力な防衛兵器かもしくは攻撃兵器、どっちにしても、提供が可能な国なんですよね。このあたりは、もちろん今後どうなるかわからないにしても、結構重要なんじゃないかなと思いますね。さて、戦況という意味ではちょっと違うんですけれども、その関連情報も見ていきましょう。よいしょ。今、南部戦線が非常に激しい戦いが起こっていて、ヘルソン市をどう取り戻すかというのが注目されているところです。
現場でどのような戦いになっているかはなかなか情報は出てこないんですけれども、私は兵器の露獲っていうのは情報が結構出てきているので、見えにくいんですけれども、ウクライナ軍は進軍をうまく進めているだろうと予測しています。で、こうした正式発表されていない部分を結局推察するには関連情報を漁っていく必要があります。そうした意味でこうしたニュースはちょっと紹介しておくべきでしょう。ロシア併合の南部ヘルソン州から銀行資産職員をクリミアへ移転か。ウクライナ軍参謀本部は16日、ロシア側が一方的に併合した南部ヘルソン州の州都ヘルソンから銀行や年金機構の職員と資産を2014年にロシアが併合したクリミアに移転させていると明らかにした。ウクライナ軍はヘルソンに向けて攻勢を強めており、戦闘激化が見通される中、親ロ派の暫定知事が13日、同州の住民を移動させる計画を発表していた。そして、ウクライナの国防次官は SNS に、南部での戦況について、ロシア軍の損失がウクライナ軍の 6.5 倍に上っていると投稿した。これはウクライナ軍兵士が1人亡くなるぐらいのところをまず基準にして、それに対してロシア軍側の戦死傷者数っていうのが6.5 倍に達しているだろうっていう見方を示しています。ただしこれは確かめようがない部分なので、話半分に聞かないとはいけないんですけれども、少なくとも動員兵の人たちの話をウクライナ軍が捕虜にしてインタビューしてそれを動画に投稿してたりするんですけれども、動員されてたくさんの人たちが連れてこられて実際に戦場に立つとですね、やっぱり素人だからっていうのはちょっと言い方、まずいかもしれないんですけれども、十分に訓練されていない人たちなので、より、距離が離れてないんですよ。なんとなくみんな離れたがるの難しいのか、一斉の集団活動をしてしまうんですよね。例えば10人いれば、その10人がいる真ん中に例えば爆弾が1個落ちただけでその10人が全員被害を受けてしまうっていうそうした行動をとってしまうんだそうです。で、これは銃撃の時もそうで、やっぱり何かに物陰に隠れつつみんなが一人一人移動というよりは一斉にじゃあ移動しようとなったらバラバラと動いて誰か一人がウクライナ軍の兵士が見つけたらもう一斉に5人6人がもうバタバタと倒れるぐらいの銃撃を受けてしまうというようなことがちょっと連続してあったりもするんだそうです。そういった事情なんかもちょっと捕虜にされた動員兵の話から出てきているので、実際にこの 6.5 倍っていうのがどこまで正しいかはわからないんだけれども、動員兵の人たちが、被害が多発しているっていうのもあるので、結構実際のところそうなんかなっていうのはちょっと思いますよね。そしてですね、この南部ヘルソン州からこうした関係者、国家機関の関係者がどんどんと脱出しているっていうのは、本来ロシア軍が勝っているんだったら絶対必要ないですよね。ウクライナ軍の進撃があって攻撃がだんだんと街の中心部に向かってきているなっていうのを薄々感じているからこそ、逃げているっていう、こうした解釈は十分できると思いますね。で、プラスアルファ、このヘルソン州でかなりロシア軍の焦りというか、そういうのがちょっと見えるなというニュースも一つご紹介しておきましょう。ロシア軍協力拒否の、指揮者射殺か、併合のヘルソン州ウクライナ。ウクライナ文化情報省は、ロシアが一方的に併合を宣言した南部ヘルソン州で、地元オーケストラの首席指揮者がロシアへの協力を拒否し、自宅でロシア軍に射殺されたと明らかにした。地元ジャーナリストの話として Facebook に声明を投稿した。同省や地元メディアによると、この指揮者はユーリー・ケルパテンコ氏、ロシア側はヘルソン州での平和的な生活の回復を示すため、国際音楽の日の今月1日に地元オーケストラによるコンサートを開くことを計画した。しかし同氏は占領者への協力を断固拒否したということで、ロシア軍としては、というかロシアとしてはこの地域はもう私たちが併合を宣言したんだから、もうウクライナ領じゃないぞ、ここはロシア領だぞっていう意味で、なんとか自分たちの占領政策っていうのを進めたいと。でも、
占領されてしまったウクライナの人たちにしてみたら、あくまでもロシア軍は占領軍であり、そして、とてもじゃないが協力できる相手ではないですよね。もちろん命の狙われる危険性っていうのがあるので、なかなかそう全てを拒絶することは難しいんですけれども、でもこの人の場合だと、ロシアへの協力っていうのを断固拒否するという、姿勢を貫いたことによって、その報復に遭ってしまったという話です。これもですね、ロシア側の占領政策に余裕がある程度あるんであれば、別に何も命を奪わなくっても、いわゆるキャンプ送りにして少しでも考えを変えるのを待つとかいうこともできるわけなんですけど、そういったこともできないのは、やはりこの現地政府にしても、現地の軍隊にしてもかなり凄んだ状態になっているっていうのを示していると思いますね。こちらも、コメント入っておりますね。大和大学社会部教授、佐々木さんなんですけど、なんかウクライナ情勢のヤフーニュース見るとよくこの人がここ最近コメントつけております。また一つ残忍なロシアの戦争犯罪が積み重なるかもしれない。ロシア占領地にあるヘルソンの音楽舞台芸術劇場の総指揮者、ケルパテンコ氏が自宅で殺害されていた事件は、彼がロシア軍の姿勢に抗議を示していたことから、ウクライナ文化省が非難声明を出す事態にまで至った。名指揮者はロシア側が企画した10月1日の国際音楽デー記念コンサートの参加を断固として拒否。同僚らによると、彼は、私は市民としてのノーの立場を示すことをはばからなかった。そしてヘルソン州からも去らないと言っていた。多くの住民がヘルソン州から脱出しているっていうのはあるんですけれども、人によってはですね、ここはあくまでも私たちの住んでいる私たちの国、ウクライナの領土であり、ウクライナの町であり、そこからなんで私たちは逃げなきゃいけないんだっていう、そうした考え方もする人はいるんですよね。ただし、それは非常に、険しい道で、今回のような事件になってしまったというところです。この事案後、ロシア軍兵士が彼を目の敵にして、必ずお前のところに行くと脅していたと。ケルパテンコ氏は9月末から外出することを控えたが、銃殺犯が彼の家までやってきて、自動小銃でドア越しで撃って殺害したとの疑いがある。ヘルソン州州都のウクライナ軍の奪還が迫っている。奪還後はこの事件も詳細に捜査され、戦争犯罪として記録されるだろうということですね。これは当然のように何の罪を犯していない一般市民を軍隊が、命を奪っているわけなので、これは間違いなく戦争犯罪の一つですよね。だって、軍隊は本来であれば軍隊と戦うものだっていう、その定義の中で、人の生き死にっていうのが発生するのは、これはもう軍隊同士お互いのある意味合意している部分があるわけです。しかし、一般市民を狙うことっていうのはそうじゃないでしょっていう、いわゆる道から外れた行為なので戦争犯罪として認識することができるわけですね。このあたりもロシア軍の占領っていうのがどれだけひどいものかっていうところでございます。よいしょ。ちょっと凄んだ話が続いているので、ウクライナに対する軍事支援の話も一つ取り上げておきましょう。ウクライナ兵士最大2000人部隊内で訓練、フランスより。フランスの国防大臣は、フランス軍が近くウクライナ軍兵士最大2000人を数週間にわたって、フランス軍の部隊内で訓練すると明らかにした。国防大臣によれば、フランス軍はこれまでにも、ウクライナ軍の兵士に対して大砲の訓練は提供していたが、今回は規模が異なるという。訓練は3つの段階に分かれている。最初に一般的な訓練を実施する。続いて、ウクライナ側から報告のあった特定の必要性に応じた、例えば兵隊に関する訓練を行う。そして3番目に、提供した装備に関する訓練が行われる。こうした訓練は構成部隊の交代を経て行われるが、それは戦争が長引くとの認識を持っているためだとしている。国防大臣によれば、追加でウクライナに送る兵器の中には、対空ミサイルクロタルが含まれる。搬送する数は決まっていないものの、防空能力に大きく寄与するだろうとの見方を示した。フランスはロシアによるウクライナ侵攻が開始されて以降、すでに18機の榴弾砲カエサルを供与している。国防大臣によれば6機の追加について協議を行っていると話した。訓練については私はまずイギリスで行われているものを何度となく取り上げてきたんですけれども、ここ最近は
こうした訓練っていうのがもう広く行われるようになりましたね。EU もドイツ、ポーランドなどで正式に訓練キャンプを開きましょうっていうことで、合意していて、今回のフランスの訓練っていうのもやはり地味ではあるんだけれども確実に効く話です。特にロシアが動員をかけて30万人集めるっていう話をしているわけですけど、これらの人たちを誰が訓練するのか、その訓練教官も数が全然足りないよって言われているような状況ですから、それに比べれば、ウクライナ軍は、ウクライナ国外で、他の多くの国々から国際的な支援で実際の訓練を充実して行うことができるっていうところもね。ここかなり大きな差になりますね。やっぱり一人一人の兵士がどう振る舞いをするかっていうのは、その後の生存率も変わりますし、実際の攻撃力という意味でも、やはり適切な訓練を受けた人の方が圧倒的に強いっていうのは、これは明らかだと思いますね。だから、ロシアは多くの人たちの人命っていうのを、それこそベテラン兵のための、肉立てとして使ったり、捨て駒にしたり、おとりにしたりといったことで、ものすごい人の命を軽んじているわけですけれども、ウクライナに対する支援というのはそうしたやり方ではなくって、やはり、欧米流のより一人一人の兵士をしっかりと育てて戦おうっていう、そうした方針をとってるんですよね。こちらの方が現代的な意味でも私は支持できます。よいしょ。そういった話でちょっと、関連の動画と言えばいいのかな。こちらはウクライナ軍が鹵獲したロシア軍の兵器。おそらくは装甲兵員輸送車なんだと思うんですけど、そこに、袋が取り付けられていて、中から鉄板が出てきたっていうニュースでございます。ニュースじゃないな。これは動画投稿されていたんですけれども。で、この赤い鉄板なんだろうっていう感じなんですけれども、なんていうか、ウクライナ軍が攻撃をされるのを前提にして少しでも防御を固めようと思って、ロシア軍は様々な工夫を凝らしています。例えば、戦車の上面か、上部側から攻撃されるのを防ぐために、屋根みたいなものを取り付けたりですとか、もしくは古い戦車を持ってくるときにも、なるべくその装甲が弱いのを保護しようと思って鉄板をどんどん増やしたり、もしくは爆発反応装甲っていうものを取り付けたりなんかしてるんですけども、それの一環でこの動画だと、鉄板を取り付けていると。じゃあこの鉄板なんか意味があるのかなと思ってちょっと試し打ちをしているところなんですけど、まず拳銃だとどうやら貫通しないなというところですね。じゃあ自動小銃だったらどうだろうって見て、これからちょっと撃ってみますと。バンと、打ってみると。さあ、撃ってみたら、見てみたら、穴が開いてますねと。じゃあ2枚重ねはどうだなって思って2枚重ねをバンと打ってみると、2枚とも貫通してましたよっていうことなので、これははっきり言って何の意味もないなっていうところですよね。戦場で銃撃されるっていうのは当然どこでもあることなんですけれども、拳銃程度しか防げないようなものであれば、戦場ではほぼ役に立たないでしょ、これっていうところですよね。でもよくある光景ではありますね。次にちょっと違うニュースから、ちょっと話題はそれましたが、こちらはサンクトペテルブルクでの、動員の光景でございまして、今人が走ってそれを追いかけてっていう、光景、鬼ごっこが発生しちゃってるわけなんですけれども、逃げる方は結構必死でございます。これは動員の事務所の人たちがいろんなところに個別訪問していて、招集令状を手渡すわけですね。あなたは、この招集令状を受け取った時点でもう戦場に出ることが決まるんだというような話を説明するわけですけれども、当然のように受け取った方としては受け取りたくないと。もうそうなったら、もう本来であれば逃げ切れないなっていうのはおそらく本人は分かってると思うんですけれども、やっぱり現実逃避したいですよねっていうところで、もう猛烈な勢いでダッシュして逃げるっていう光景でございますが、それを許さず、もうみんなで追いかけまくって捕まえた。さあ、これからはお前は逃げたのも含めて懲罰を与えながらさ、これから動員されて戦場に向かうんだという話でございます。
まあこういう風にして動画が上がるっていうことは、まあ同じような光景がある程度あるんだと思いますね。やっぱり。似たような光景がないとなかなか、まあとっさの判断としてさあ動画投稿しようとはならないんじゃないかなとか思います。まあこういった光景っていうのがまあロシア国内では様々なところで発生していることでしょう。というわけで、まあ、今回動画にしようと思っていた話としては、まあ、国際的な情勢の話として、まずイランの動きは非常にきな臭く、そしてウクライナに対するミサイル攻撃がこれから起こってしまうだろうなっていうのをある程度予感させるものです。まあ何しろ射程距離が300キロとか700キロっていうのは明らかにロシア本国から直接狙える距離なんですよね。まあ、もしくはベラルーシのような協力的な国にミサイルを配置してそこから撃つっていうのもよくあることでございます。まあ例えば今でもベラルーシ国内にロシア軍の空軍機がいて、その空軍機が飛び立って、ウクライナ領内に向かってミサイルを撃ち込むっていうことも行われているので、まあ、今回イランがミサイルを供与するとなれば同じようにしてベラルーシ内からウクライナに対する攻撃とかね、そういった光景もちょっと発生するだろうと思っております。まあそしてウクライナの戦況の話、今回はちょっと端の方になりましたが、南部ヘルソン州では国家機関の職員たちがまあ一斉に脱出を図っているというニュースなんかも、これも明らかにロシア軍が劣勢だから起こっている出来事であって、決してロシア軍が優勢だっていう話ではないというのが私の判断ですね。まあそしてこのような状況の中で、もしかしたらイスラエルがはっきりとウクライナ支援の立場を取って、まあ例えば資金面でアメリカがお金を用意するから、まあウクライナの首都キーウを守るためにアイアンドームを提供してくれないかみたいな話が進んでくれると、まあかなり防空体制が強化されるし、もうなんだったらもうイスラエル製の弾道ミサイル供与して、まあ射程距離300キロとかそういったものもイスラエルは持っているので、もしかしたらアメリカよりも先にイスラエル提供の、まあ、射程距離の長いミサイルが届くかもしれない。射程距離の長いミサイルが届くと、もしかしたらイスラエル製のミサイルでクリミア大橋を打撃することができるかもなとか、まあそういったこともちょっと、期待してしまうんですよね。なかなかそこが難しいところですけれども、もしかしたらそうなってくれたら嬉しいなと思います。さて、それでは少し皆さんからのコメントを拾ってお話をして、まあ22時ぐらいで今日の生放送は終わろうかなと思いますね。タキタキさんのコメント。イランは軍事支援をしている場合なのだろうか。これは今、イランで反体制デモっていうのが起こってますよね。反政権デモとでも言えばいいのか。まあどっちにしても、ヒジャブを被っている女性が、そのヒジャブの被り方がおかしいだろうっていう、いわゆる、風紀取り締まりの人たちに捕まって、その後死亡して、これに対する抗議活動っていうのが、まあ、ものすごく本格化して、そして最近だと政治犯を収容している刑務所が、まあ、火災に見舞われて、どうやらその火災が起こっているっていうのも、襲撃が行われることによって政治犯のまあ、いわゆる解放運動っていうのが起こったんじゃないかなということが言われています。そうした意味では今イランの内情というのは非常に不安定な状況なんですよね。まあそうした意味ではこの動きっていうのがもっと活発化してくれば、もうとてもじゃないけどロシアとの関係で軍事支援してる場合じゃねえっていう話になる可能性もね、ちょっと出てきてほしいですよね。シューマハチさん、スーパーチャットありがとうございます。ハーブティーどうぞ。音速の神降臨。シューマ派ですね。確かにそうなると。佐藤健二さん、アメリカの弾薬不足どうなったんですかねっていうことですけど、引き続き弾薬不足は起こりそうな状況です。一応アメリカ政府としてはメーカーに対する生産設備増強をお願いして、まあ補助金もつけるよって話をしているんですけれども、メーカーとしてはこの戦争が長く続くかどうかかなり疑っている部分があって、まあ足りなくなっても別に生産設備設備増強しなくてもいいんじゃないっていうのはちょっと反応が鈍いところあるんだそうですね。まあ、国営企業ではないので、やってくれと言ってやりますと、まあ、はっきり言えるような状況なので、まあ、言ってのもちょっと残念なところですけど。
まあそのせいで今、特需に湧いているのが韓国なんですよね。あんまり韓国の話をしたくないっていうのもと思うんですけれども、特に砲弾にしても、歩兵の持つ携帯型対空ミサイルにしてもそうなんですけれども、アメリカのメーカーが必ずしも大増産をしてくれないっていう感じで、まあ、中ぐらいの規模なんていうかな。確かに増産は取り組むし、増やすし、でも戦場での消費量を考えると足りないよねっていう、いわゆる数値は弾き出されるんですよね。で、そこで、まあ他に生産能力の余力がある国に対して生産しようっていう話で、まあ韓国に対する発注がどんどんと今増えてますよっていうニュースが入ってきてます。まあ、なんというかな、信頼性の面で、まあ皆さんからのそのコメントで、いや、とんでもないことが起こるだろうっていう、まあコメントいっぱい入ってきてるんですけれども、砲弾とかね、そのぐらいのレベルのものは別に問題ないものは作れるだろうと思うんですけどね。少なくとも北朝鮮製の砲弾と韓国製の砲弾だったら、まあ韓国製の砲弾の方がまともなはずだとは思うんですけどね。ファットマン150さんのコメント。お隣はカタログスペック通りのものをきっちり作れば侮れない国なんだけどね、そうなんですよね。うん。ちゃんとしたものを作れるかどうかはちょっとね、まあでもね、今回の話で言うと、まあ砲弾とかだったらまあそんなには変なものは出ないだろうと思いますけどね。まああとポーランドが、まあ今様々なものを韓国に発注していて、戦車、歩兵戦闘車、戦闘機の、訓練機、それと多連装ロケットミサイル、まあ、このあたりをですね、まあ、ポーランドがかなり発注をかけていて、そうした意味で、ディフェンシブニュースっていうアメリカのニュースサイトがあるんですけれども、まあそこでは韓国が今回の戦争で、特需で湧いていると。で、大体契約額としては、まあ 3.5 兆円から4兆円規模のその契約額に達しているんじゃないかっていう試算が出されているんですよね。もう4兆円って凄まじい受注額だな。まあもちろんこれ1年で消化されるわけではなくって、生産活動っていうのは、契約を受けた段階から何年にもわたって生産して、まあ、順次引き渡していったり、もしくは、まあ、ポーランドの場合だったらライセンス生産って言って、ポーランド国内での生産をするにあたっての、まあ、お金、契約料を払っていくっていうような形でも、まあ、見入りがあるので、まあ、この後、まあ、韓国のこの軍需産業っていうのは、かなり、好景気な状態がここ数年続くだろうなって言われてますよね。まあそうした意味では、日本がこうした軍事兵器をまあせっせと売るっていうことができてないのは私は非常に残念だなと思っている方です。人によっては日本の防衛兵器っていうのがまあ他の国に売るっていうことに対してものすごい反対する声っていうのはあるんですよ。日本の兵器でまあ人が死ぬっていうのを見たくないっていう、いわゆる死の商人になってはいけないっていう人たちいるんですけれども、でも、私としては、まあ確かにそういう、まあ意味で誰かの命を奪うっていうのはとても心地いいものではないんだけれども、でも確実に兵器をこれからも研究開発してより良いものを自国生産しようと思ったら、やっぱり他の国にある程度は売って売り上げを作って、その売り上げの中から利益が出て、利益が出た分で新たな兵器開発を進めてっていうこの循環を回していかないと、まあどんどんと高性能な兵器は海外製でしかもう存在しませんよとなって、もう日本製で作るんじゃなくて海外のものをとにかく買うしかないっていう状況になるのが、まあとても悪い状況なんですよね。日本国内である程度のものが作れて国産で賄うことができれば、やっぱり雇用も日本国内にできるし、何か戦争が起こった時にも自分の国で必要なものを作れるっていうのは非常に重要なことなんですよね。まあこのあたりの話がなかなかまあ、平和主義者の人たちにとってみると、いや、そんなの関係ねえっていう、まあそこなんですよね。やはり自分の国は自分の国のもので守っていくっていう、まあこの原則をある程度ね、していかないと、まあ今だと戦車はまず間違いなく純国産でいけるんですけれども、まあ戦闘機はもう完全にアメリカ製のものでずっと歴代続いていましたからね。もしも、まあ国内生産しようと思っ
でもまあ、ものすごい時間がかかるし、お金はかかるっていうのも確かなんですけれども、ある程度共同開発しますよ、国際共同開発しますよっていう形で、まあ、参画すれば、まあ、いい戦闘機ができて、それを日本国内で作って、それに伴って技術者や労働者が日本国内で育って、で、そうした技術をもとにして、まあ、販売用の戦闘機開発もできればね、っていう風にして、まあ、十分に道はあると思うんですよね。特に日本の場合だと、工業の基礎工業力、そしてそこからの発展応用という部分においては、まだまだ日本は世界トップランナーのうちの一人ですからね。まあ決して、何にも技術がないっていうわけじゃないですからね。他の国に比べたらはるかに、高い水準で工業力があるので、これを活かした状態で商品を売るっていうのは、まあ、非常に軍事分野っていうのは日本に向いているんですよね。職人気質。この開発においても日本人のより良くものを作っていこうっていうこの考え方っていうのは、まあやっぱり産業としても非常に合ってますからね。よいしょ。バファリンさん、別に兵器じゃなくとも性能面ではいいものありますから。そうですよね。はい。まあ確かにね、別に兵器じゃなくてもいろいろなものはありますよね。うん。日本の防衛費なんとかならんかなっていう。まあ確かにね、一応岸田総理というか岸田政権になってから、徐々に防衛費を増やしていきますっていう宣言はしてるんですよ。まあ宣言はしているんだけど、実際どこまで伸ばしてくれるかなっていうのはものすごい不安ではあります。うん。まあ少なくとも増やさないって言ってるわけじゃないので、まあなんというかこっちの批判も鈍るんですけれど、まあとにかく予算本当につけるのかどうかだけは、まあこれからも見ていかないといけないっていうところですよね。まあそれに関連して、まあここ最近のニュースに対するコメントでもちょっとしたんですけれども、ちょっと待ってくださいね。あった。戦闘機の、じゃないや、ちょっと待ってね。首相、戦闘継続能力の維持を重視、防衛力強化めぐり予算委員会で論戦開始。岸田首相は衆院予算委員会で防衛力強化をめぐり、2023年度の予算編成過程に向けて、一体かつ強力に進めたいと述べた。そう、ここまでは別に何の私反対もしませんよ。本当に予算編成でより前進してもらえればもう何の文句もありませんからっていう意味で。焦点の敵基地攻撃能力に加え、自衛隊の弾薬備蓄や施設の老朽化など、戦闘継続、継戦能力が不足しているとの指摘を受け、継戦能力の維持、防衛施設の強化は大変重要な点だと強調した。ということで、まあ、岸田首相は別に、否定はしてないんですね。前向きな話はしてるんですよね。ただし、本当に予算をつけてくれるかっていう、ここは私、もう今のところ全然信頼はできてないのでね、もう検討しますだけじゃダメなんですよ。もう実際に予算つけてねっていう、もうそれでなんとか成果を見せてください。で、予算をつけたからといってなんか自衛隊がものすごい強力になるかっていうと実はそうではなくって、今の自衛隊っていうのは長年もう10年20年と5兆円そこそこの予算の中でずっと過ごしてきました。で、一方で年月が経つごとに導入する兵器の価格であったり、もしくは維持費っていうのがずっとかかってくるんですよね。で、そういったこともあって、こんな弊害が出てきておりますというニュース。空自の軍用機で部品とも食い3400件超、整備費不足、深刻だよと。これなんかも全く予算の問題で何とでもなる話なんですよね。予算がないから使ってないものから部品を外して動かすために他の戦闘機に取り付けるっていうことをするわけです。これなんかもお金がちゃんとあれば、ちょっと壊れたなとか更新しないといけない部品があるなと思ったら普通に発注がかかって、物があってもうすべての機体がまあ整備が終わったら動かせますよっていう状態になるわけですよ。そんな共食いなんかする必要ないわけですね。で、共食いすると何が問題かっていうと、結局のところわざわざ他に取り付けるために取り外し作業を行い、
そして取り外したものっていうのは結局中古品なわけですから、十分な今後の使用期間もない状態で、さあ動かすためにもう一回取り付けてってやったらもう、またかっていう感じで動けないものが増えていっちゃうんですよね。もうこれなんかも非常に問題で、こんな共食い整備なんかするっていうのは、もう完全に予算不足がずっと長年続いてきたからっていうところですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あとなんか、お話をしたような気がするけれど。まあ今、私のツイッターの画面を映してますけれども、まあ動画で話してもしてない部分、まあニュースちょこちょこ取り上げておりますので、YouTube のチャンネル登録していて、Twitter の、アカウントをちょっとフォローしてないよっていう方は、まあぜひともフォローしてもらえると嬉しいです。まあ特にですね、YouTube だとそのまま動画をちょっと持ってこれないようなものっていうのもまあいっぱいあって、まあそういったものをやっぱりリツイート、引用してみない紹介するという意味では、Twitter はまあ非常にまあ役に立つんですよね。まあ爆発している場面っていうのも結構ですね、YouTube だと、規定に引っかかることがあるんです。衝撃的な光景の、動画については、まあ、それはなるべく避けてくださいねっていう YouTube の規約の中にあって、何かが爆発しているシーンであるとか、爆撃されているシーンなんかも、まあ、なるべくその動画ではやめてくださいと。まあ、できるんだったら、まあ、写真とかそうした静止画だったら衝撃的じゃないっていう判定がちょっとかかってるのかどうかわかんないんですけど、まあ結構、こういう誰かが亡くなっている光景じゃなくったとしても、まあ結構動画によっては、まあ、広告停止かかったりもしますので、まあ Twitter の方だとそういった意味では、まあちょっと衝撃なものについてはセンシティブ判定っていうのがあって、まあフィルタリングをかけることができるんですよね。そうそう、それとフランスの支援なんですけれども、今回軍事支援として、兵士の訓練の話取り上げましたけれども、まあニュースにはなかなかちょっと出てきてはないんですけれども、フランスが、多連装ロケットシステムについて追加供与しようっていう話が動いているんだそうです。まあこちらもですね、これまでの流れの中で言うとフランスはどっちかっていうと支援が途切れがちな国でした。まあ最初の頃に自走榴弾砲カエサルをウクライナに供与しますよ、18両っていうところで、まあまとまった数を送ったんですけど、その後ですね、例えば砲弾も特に送る気配がないし、何か装甲車を送る気配もないし、なんだったらもう1ヶ月2ヶ月、特に何人も軍事支援の発表がないみたいな期間があって、このままフランスはもう様子見に閉じこもるのかなっていうのをちょっと思ってたところなんですけど、ロシア軍によるウクライナ全土に対するミサイル攻撃で一般市民たちがたくさん亡くなりましたよっていうニュースが出た後、まあ、ポンポンと対空ミサイル供与します。自走砲の追加供与もします。訓練も引き受けます。そしてまあ、多連装ロケットシステムについても供与します。っていう具合にして、まあ、立て続けに軍事支援の発表を行っているんですよね。まあ、このあたりはロシアの完全の墓穴掘ったな的な話だとちょっと思っております。ポチポチ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、このぐらいかな、今日のお話としては。まあ今の岸田政権がどういう状態かっていうとちょっと難しいですよね。選挙が近づいているわけではないから、一応安定政権だっていう評価は受けているわけですけれども、でも支持率は確実にじわじわ、じわじわ、じわじわと、まあ、どんどんと下がっている状態ですから、このままでいけば、まあ、選挙がないんだけれど、いわゆる死に体になっていくんじゃないかなっていう話ですよね。桜島俊さん、岸田総理大臣になって良かったこと一つも見当たらない。私も岸田総理になってからなんか動いたな、良くなったなっていうのをなんか言ってくださいって言われても何も思い浮かばないですよね。菅さんの時は期間は短かったんだけれども、いろいろなものに取り組んで、まあやってたっていうのを結構思うので、なんか岸田総理になってから1年経ちましたよって言われても、この1年間何だったんだろうっていう、なんかボワーっとしたなんか霧に包まれたような状態ですよね。
で、その中でイメージがあるのが、それについては検討いたしますとか、例えば私は聞く耳を持っているとか、そういった話されても、新しい資本主義経済とか、看板もぼんやりとしていて、その具体策っていうのがよくわかんないなっていう中で、状況としてはだんだん時間が経つごとに、日本っていうのは、いわゆる全体状況から言うと取り残された状態なんですよね。世界経済から言っても、アメリカが伸びていくのに比べて日本は明らかに伸びていない国だし、その中で今アメリカが金融政策によって金利を上昇させよう、インフレを抑えようっていう動きの中で、日本の方は逆に金融政策っていうのがものすごい、もう以前からずっとゼロ金利政策っていうのが続いていたから、もう金利が上がるアメリカに引きずられて、どんどん為替の方が変動して、1ドル115円ぐらいだったものが、今1ドル148円とか、もう150円超えるのも時間の問題だなって言われるような状況になって、ものすごい激変してますよね。で、この円安になったことによるメリットっていうのを生かそうと思ったら、輸出産業をどんどんと成長させるか、もしくは海外資産、米ドル資産っていうのをいかにして日本に戻していって日本でお金を使うかっていう、このあたりなんですけれども、残念ながらこの円安を生かそうっていう動きもものすごく中途半端だし、で、その中で例えば日本国内での観光支援なんかも始めたじゃないですか。あれもう日本人自身が日本国内で旅行するのにお金を使うんじゃなくって、そのお金で、例えばアメリカで大々的な日本観光キャンペーンをやって、ものすごい、日本とのそのドルの関係で、今アメリカから来てもらえれば、ものすごいお金が使いやすい状況なんですよ。でも日本人にとっては日本円を使ってもらえたら、嬉しいので、とにかく、円安を生かすんだったら、とにかくアメリカに対してアピールすればいいんですよ。なんで日本人に向けてそのお金使っちゃうかなっていうところなんですよね。で、あと気につけないといけないのが、韓国に対する観光もまた門戸を開こうとしてる。もうこれも私、もう以前からものすごい反対してるんですけれども、韓国に対しては問題があるんだからノービザ優遇やめなさいっていうね。これをまだやめないのかと。せっかくコロナ問題があって、ビザをちゃんと取らないとダメですよっていうそうした規制がかかっていたのに、これを取っ払ってまたノービザ優遇にしてしまったら、韓国からワシャ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 ってやってきて、しかもこれらの人たちが観光郊外をもたらしてしまうっていうのはもう明らかなのに、またその反省を生かしてないっていうね。特に日韓関係っていうのはこのコロナ問題があって、この2年の間何も政治的には全然良くなってないわけですよ。韓国側は相変わらず反日教育をやってるし、レーダー照射問題についても前進しなかったし、竹島問題に対しても何一つ前進していないし、っていうようなことがいろいろあるにもかかわらず、まだ岸田総理はその点についてはもっとね、考えてもらえないというところで、もうチャンスだったんですよ。このコロナ問題でこの観光が途絶して、誰もがそれを納得していた時期、この時期っていうの間に、もうこの状態っていうのをちゃんと維持して、韓国側に対してもう問題を前処してくれないんだったら、もうこのままビザ、取らないといけないですよ。日本に簡単に来られないようにしますよっていう、ここをやらないとね。そうしないと日韓関係の中で慰安婦問題もあるし、もうなんだったらこの2年の間で、例えば日本企業の資産差し押さえと売却するかっていう話があったじゃないですか。この2年の間、なんだかんだ言って伸ばしやって何一つ問題が少しも良くなっていないにもかかわらず、日本側だけそうした規制を緩めてしまうっていうね、このあたり、ものすごく緩いところでございます。このあたりも岸田総理、政権を取った以後においても、この分野に関しては検討しますすら言ってない話ですよね。もう日韓関係のことを考えたら、このコロナ問題の後、チャンスだったのになーっていうところですよね。そしてここ最近だと中国からの観光客は今のところは来ていないんですけれども、これは中国側がゼロコロナ政策っていうのを続けている関係で、人間の移動、交流っていうのはものすごく、絞っているからなんですけれど、この部分もやっぱり中国との間で、さあ今がチャンスというふうに考えるんじゃなくって、なんだったら、中国側の言いなりになってまた元に戻ってしまうんじゃないかなっていう非常に危険性を感じますよね。
岸田総理、この点についても、検討しますと言ってくれればいいんだけど、検討しますすら言わずに、しらーっと元に戻してしまいそうっていうところ。このあたり非常に危機感を感じるじゃない。危機感を抱きますね。滝さん。資産売却されても移管法を打つだけでしょう。本当それが一番悪いことですよね。パターンとして。もう移管法っていうのは何にも役に立たないっていうのことがもうずっと昔からも証明され続けている。まだ、移管ですって言い続けるつもりなのかっていうところで。鶴幸さんのコメント。何もしないことが良いことだと思ってるんですかね。本当ね、岸田総理、なんか触らない方がいいだろうなっていう、いわゆる火の粉を被りたくないんだろうなっていうのをちょっと感じるんですよね。何かに手をつけて何かを変えようとすれば必ずやそこに抵抗勢力っていうものが生まれるので、もう何にもしない方がいいんじゃねえみたいな感じに思ってるかもしれないんですけどね。そこは変えなきゃいけないところは変えないとっていう。そういった意味ではここ最近の中で、ようやく変えようとしている動きっていうのが、マイナ、個人情報と、保険証の統合、マイナンバーカードとの統合、これを河野さんに、主導的な立場でやってもらおうっていう、このぐらいなもんですよね。日本国内だとどうしても、個人情報が漏れることに対する懸念っていうのを、ものすごい心配だということがあるんですけれども、全体の状況から考えれば、問題をどうやって解決していこうかっていう考え方で、少しずつ、統合していくのは、これは必要なことですね。そもそも人口がだんだんと減ってくる中において、この行政の効率化を進めなきゃいけないっていうのはものすごい大前提にあるわけです。その中にあってよくあるのが、これまで大丈夫だったからこのままでいいじゃないかっていうことを言われる方おられるんですけど、もう残念ながらこのままでいいっていうのはもう全然通用しなくなるんですよね。そもそも人口が半分になる中において、もう人手の数も減ってきますよ。だから今のままの行政システムでは絶対ダメなんだよっていう、この前提に立たないと、今までが良かったからこれからも大丈夫っていう、この理論そのものももう破綻しちゃってる状態なんですよね。で、プラスアルファ、今、バファリンさん書いてますけれども、いわゆる通名と呼ばれる問題があって、この通名を使って、いろんなところで悪さできるものに関しても、マイナンバーカードの個人認証機能っていうのを利用することによって、不正な活動っていうのは非常にやりにくくなる。もうできないわけじゃないんですけど、やりにくくなる。これだけでも十分な、効果はあるんですよね。それと、統合することによって健康保険証の使い回し問題。こちらの方も、かなり減少させることができる。特にですね、この中国との話、ちょっと観光今、話しましたけれども、日本にいる在留中国人の人が、家族が中国本土で病気になった時に日本旅行で来てもらって、その時に、日本の保険証を渡して日本の病院で治療を受けて、非常に格安な、料金で非常に高度な医療を受けて、中国に帰っていくっていうことが今の仕組み上不正ができてしまって、しかもそれが非常に発覚しにくい状態なんですよね。だからこそこうした不正利用の問題っていうのも昔からずっと指摘されているんですけれども、残念ながら改善されてこなかったという事実があります。で、この改善してこなかった理由っていうのもよく言われるんですけれども、結局日本政府っていうのは、そうした中国側の不正に対して全然、是正してこなかった中国寄りの政権だからじゃないかっていう、指摘もされてきたわけです。そういった意味では不正がしにくくなる、そういった仕組みへと変わるっていうのは間違いなく前進なんですよね。だからこそ問題点である個人情報の、しっかりとした防御に関して、説明を尽くしていくっていうのが大事です。ただし、個人情報が漏れるっていう話の中で、一つ誤解されているのが、マイナンバーカードに、すべての情報が入っているかのように、不安を煽る人がいるんですけど、そうではないですよ、というところはちょっと注意しなければならないところです。例えばですね、この後、健康保険証の統合、それ以外においても、例えば、薬をどんなものを使っていますかっていう医療情報についての情報も入ってくると。で、こういった情報が入ってきたら、もうすべての情報中身見られるようになってしまうんじゃないかと思われがちなんですけれども、例えば市役所の人がですね、マイナンバーカードの中に入っている情報の、どんな薬をこの人飲んでるかなっていうようなものは、いわゆる
目的外の情報収集に当たるのでそもそも見れないですよとかね、そういった具合にして、例えばこの後、確定申告のためにいわゆる税務情報なんかも統合されてきたときに、やっぱり税務署の人が見ることはできるんだけれども、お医者さんがよしよしマイナンバーカードのこの情報をなんとか辿っていけば、この人がどんな収入なのか見られるかなとか、そういったことも当然できないと。いわゆる厚生労働省が見られるデータはあくまでも厚生労働省の業務内における範囲の情報だけとかね、そういった具合にして切り分けっていうのも中で行われて、そこに対する刑罰なんかもちゃんと作っていきましょうねっていうところですね。だからもちろんこれらも仕組みとしてしっかりと規制をかけていく。悪さができないようにしていくっていうのが非常に重要ですよね。だからどうやって改善していくかっていうその考え方が大事なんだなというところでございます。佐藤健二さんのコメント。マイナンバーのサーバーを中国に置きそう。そう、これはよく言われる話ですよね。で、これも、まず受注する企業に対しては日本国内にサーバーを置きなさいよっていうのが入ってくるんですよ。問題なのはその受注した企業が孫請けであるとか、もうどんどんそのひ孫請けみたいな感じでどんどん業務を他のところに、安く渡していて、ほとんどどこに管理されてるかわからない状態になってしまったときに、一番安く受けたところが実は中国にサーバーを置いてましたっていうパターンが一番悪いパターンですよね。総運協さん、保険証にマイナンバーを入れたら、なんていうか、そういう逆パターンの考え方もありますけれども、多分それだとものすごい大変になるとは思いますね。何しろ企業の保険事務所とかもいっぱいありますからね。孫中山さん、北欧にあるんじゃないの？サーバーですよね。サーバーは結局、日本に限らず、欧米でもどこでもいいと言えばいいんですけれどね。とにかく中国以外であればっていう極端な話。それでグーグルが千葉に来るのかなっていう話ですよね。そうなんですよね。Google のサーバー、その業務っていうのはものすごい世界的に見ても強力で、もうこのサーバーの世界だと Google と Amazon と Microsoft といったところが非常に強力で、例えば日本国内でこのサーバーの、業務を請け負ってくださいっていう形で入札かけたら日本企業が誰も手を挙げずに欧米の企業しか入札かけてこなかったなんていうことも結構あるんですよね。必要な条件というのももちろん高いっていうのもあるんでしょうけれども、日本企業はそれに対応できないっていうかね。例えばサーバーがなるべく落ちないようにしてくださいねっていうのあるじゃないですか。でも、攻撃を受けたらそれを防ごうと思ったらより、なんていうかな、余裕を持ったシステムを作らないといけなくなるわけです。でもその余裕を持ったシステムを作れば作るほど、そのランニングコストって言って、その日々の維持費がかかるので、なかなか儲けが出にくくなるっていう問題があるんですよね。そうした意味では巨大企業の方がより有利になってしまうっていう。アラン・トレイシーさんのコメントで、千葉ニュータウンにサーバー街があるよ。確か千葉に、どこだったのかな？なんか、新しくだったかな？新しく開発するんじゃなくて、昔開発し損ねた街があって、そこの街が今、ものすごく広い用地が確保できる。で、地盤も非常に強力で、地震が来ても、安心ですよっていうのを売りにして、今、ものすごい巨大なサーバーが、そのところにできるっていう話ですよね。だから Google がものすごい、今、大量な投資を日本に行おうとしてますよね。千葉リーリス。サーバーなんでそんなに雇用は生まないとは思うんですけれども、でも巨大な建物ができるだけでもね、その建設費用というのはものすごく大きいですから。窓のない大きな建物がなんか作られてるね。そうですね。サーバーにはそんなに窓は必要ないですからね。マンボウさん、セキュリティクリアランスについて日本が遅れてるのが問題。そうですね。結局のところ情報をどうやって守ろうかってなった時に、その人の問題以上に制度上の不備っていうのがあって、制度が整っていないから人がどうやって、それに対して対応するかっていうところも遅れてくるっていう。だから制度上の問題っていうのもしっかりとクリアしないといけないところですよね。
印西市でしたかね。石庭製君さん。印西市に Google のデータセンター作ってますね。そうですね。千葉県ですよね。確かそれが。なかなかこのあたりの話も、一般的には、なんていうか納得してもらえないというか、まあ誤解もいろいろ招くところですよね。なんか、よし、サーバーをしっかりと守ってねってなって、まあいろいろ条件つけていったら最終的に Google、Amazon が対決していますみたいな形になって、日本企業じゃねえのかよってまあ突っ込みを受けるんですけど、残念ながら日本国内でそこまで強力なメーカーがあるかって言われるとね、どこかで妥協しなきゃいけないのかなと。まあ、なんだかんだ言ってサーバーが落ちて、ハッキングされました、情報盗まれましたっていう、その結果の方が怖いのもまた残念ながら事実なので。そうですね。まあ、なんだかんだ言ってアメリカのこの GAFAM をはじめとした IT 企業の躍進っていうのが、この20年、まあ非常に目指しますからね。もうアメリカ企業っていうよりも、アメリカのインターネットの企業がものすごいサービスを全世界的に行って、世界中から富を集めてっていう中で結局勝ち組がより強力に、まあでかくなっていくっていうこの状態はなかなか打ち破ることができてないですからね。日本国内でそうした企業が出てくればよかったけれども、まあ残念ながらそうした企業は出てこなかったというところで、日本企業で今一番大きいのが結局のところ今世紀ではなく、まあ20世紀のまあ成長したトヨタしかないっていうのがね、ちょっと悲しいところでございます。まあそして自動車産業そのものについて言っても、ここからはどうまあ EV への移行をするかっていう話の方がメインになっちゃってますからね。結局、日本企業にとっては大きな市場だった北米の自動車市場と、ヨーロッパの市場っていうのが、まあ、ここ EV の方どんどんと優遇しますよってなってくると、日本企業にとってはなかなか厳しいんですよね、エンジンですから。で、中国は中国で、やっぱり自国生産のものを増やしていきたいとか、まあそういったところをやってますから、日本企業にとっても、ここからどう自分たちのビジネスモデルを立て直していくかっていうのが、まあもうここからの勝負どころでございます。まあなんだかちょっと話はそれてきましたが、まあ基本的に、今日の話はまあこの辺りにしましょうかね。まあ振り返りでいきましょう。まず今日の、取り上げたお話は、まあ戦況としては今少し停滞しているかのように見えますが、南部戦線においては、ウクライナ軍は前進しているだろうと私は見ていますと。で、なんでそのように考えているかといえば、よいしょ。ポチッポチッポチッ。はい。現在、戦場になっているウクライナ南部ヘルソン州においては、ロシア側の国家機関の人たちが職員が今まさに脱出を図っているところで、まあ、こうした動きを見せているのはウクライナ軍の進撃がまあ確実に圧力を加えていて、ロシア側ももうここに留まることはできないというのはある程度、考えているからですね。まあ一方でその戦場以外のところでは、首都キーウに対する攻撃は激しく行われていますが、この手段として用いられているのがイラン製のドローンでございますと。で、イラン製のドローンに続いてイランはドローンに続いて今度はミサイルについてもロシアへ供与しようという、販売ですね。まあお金を取った上でロシア側に売却する話が進められていると報道されています。まあ、これまでの報道をどう見ていくと、この流れっていうのはちょっと止められないのかなと。まあ、実際に起こるんじゃないかなというふうに見ておりまして、まあ、ロシアが自国生産のミサイルをもう補充できないっていう状況になったので、もう今からはもうイランが頼りだと。で、イランの方もどうせ国際的な経済制裁なんかは、まあ、これまでずっと受けてきたから、もう今更追加制裁を受けたところで気にしないっていう考え方からロシアに対して、武器売却を進めて、まあ、ちょっとした身銭を稼ごうとしているところでございます。じゃあ、こうしてイランだけが、まあ、いい目を見るかっていうと、そうではなくって、イランがそうした動きをして、ウクライナに対する攻撃が激しくなるんだったら、もうイスラエルは今の、
中立的な立場に近い状態から、よりウクライナ側に立った行動を取るぞというような動きもちょっと見えてきております。本当にそうなるかどうかはわからないですけど、そういった芽が出ているっていうのがポイントだとは思いますね。そして、ベラルーシでは、ロシア軍の兵士も加わった合同部隊っていうのが作られているんですけれども、どうもベラルーシはもう本気で、訓練している様子はないなっていう感じで、ここ最近ちょっと面白い訓練風景動画を公開したりなんかもして、もう笑わしに来てるのかなとかちょっと思うんですけど、多分、ベラルーシのルカシェンコ大統領はちょっとこれ本気でやってるんだろうなと。もう参戦する気はないよっていうのをね、これを見てもらえればわかるでしょう。私たちは別に本気で戦争する気ないんですよっていうメッセージを送ってるんじゃないかなと、私は勝手に思ってます。で、ロシア軍としては、こんな訓練だけれども付き合うことによって、動員している招集兵の人たちをベラルーシに送って、首都キーウに対する軍事力の圧力、見えない圧力ですよね。こちらをかけていくっていう。何しろベラルーシの国境から首都キーウまでは確か100何十キロっていう感じなので、何にもなかったらあっという間に到達できるんですよね。そういった意味でベラルーシの国境に、ロシア軍との合同軍がいるだけでも、ウクライナとしてはどうしてもちょっと戦力を振り向けなければならないっていうのはちょっと厳しいところであります。よいしょ。そんなこんなでまだまだ戦況が動く要素っていうのは様々ありますね。ただし全体の状況から言えば、ロシア軍によるこうした首都攻撃っていう、その一般市民を狙った攻撃っていうのが特に目立っているので、より今まで以上に関心のなかった、もしくはウクライナ支援に二の足を踏んでいた国々も、非常に支援しやすくなったっていう状況があるんですよね。だから NATO 各国からの支援というのは、これからも非常に継続して行われることが期待できる状況になっています。で、こうしたロシアは味方が少ない。一方でウクライナはより多くの国々から支援を受けられるっていう状況から考えて、私はウクライナの未来は明るいだろうというふうに今のところは判定しております。これを覆すとしたら、プーチン大統領が核のボタンを押すっていう、その展開しかないわけですけれども、そうならないことは、祈るしかないところですよね。最終的な判断はプーチン大統領おそらく一人のその胸の内の中にあるので、何とも言えないんですよね。しかもその判断っていうのは理性的に行われるかって言われると、間違いなくプーチン大統領の偏った判断に基づく決断だと思うので、決して理論的に何か、きっとこうなったからこうしたんだろうみたいな、そんな合理性のある判断じゃないと思うんですよね。そのあたりが恐ろしいところでございます。というわけで、本日、2022年10月17日の上川がよくわかるニュース解説、主にウクライナ戦況の話をしてまいりました。この生放送においては皆さんからのコメントもちょこちょこ見ております。全てを取り上げるのはちょっと難しいんですけれども、ある程度みんなで話を聞きながら、動画とはちょっと違うもんだなと思って、ラジオ感覚で楽しんでもらえればなと思っております。そして今日も動画を作るつもりが生放送に切り替わりましたので、もしかしたら次も動画作ろうと思って間に合わなくて急遽生放送に切り替えるかもしれません。そのあたりは、たまたまちょうど見なきたなみたいな感じで見てもらえればいいかなと思います。それでは皆さん、次回は生放送か動画かどっちになるかはわかりませんが、そちらの方でよろしくお願いします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。またね。